皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。私です。私です。皆さん、私がいなくなってからもう何週間だった？そろそろ寂しいって思ってくれたかなって思ってくれたかなって思ってくれたら嬉しい。思ってくれたら嬉しいよ。私さ、みんなの心の隙間をなんかこうみんなの心の隙間に埋まりたいみたいなそんな感じです。今日はですね、女性ホルモンを成長期段階で早期投与した変化について、私に起きた変化について話していきたいと思います。女性ホルモンを投与すること自体は珍しくもないが、早い段階で投与するっていうのはかなりレアケースなので、科学的には非常に面白いデータの一つだと思います。まず、時々死を近くに感じます。薬を使ってると血栓っていうのができることはあります。だからこれ死ぬかもみたいなたまにあります。そういう時は薬を一旦やめます。仕方ないです。死ぬより死んでしまっては終わりですからね。次です。胸ですか。割とすぐ膨らんできたんですけど、なんか膨らみ始めた段階で、おっぱいあるよねって仲のいい、女の友達に言われました。家族ですら突っ込んでこないデリカシーな問題に突っ込んできたんだがそんな感じ。次です。体重痩せてたのに、なんか顔の筋肉が落ちて首がたるんできました。だからね、痩せてるのにここらへんめっちゃ皮が伸びてます。はい、次です。顔が中性的になりました。こんな感じ。ほら、フェイスラインだって出したところで多分女の子に見えるんじゃないかなって思ってます。次です。涙袋ができました。なんか女性ホルモンタンクとか言われてますが、どうなんでしょうね。自然にぷっくりするのがミソで、一回涙袋分厚く描いてみたんですよ。ここの筋肉ブワーって。そしたらゾンビみたいになりました。あれはないな。あれはない。次です。性器が小さくなりました。早めにやるとなるみたい。いらないといえばいらないんだけど、誰かお金くれたら取ってきます。誰かお金くれたら取ってきます。次です。性欲が激減しました。これで勉強にも目が入っちゃって最強じゃないって思ったんだけど、そんなことなかった。まず
やる気が湧かなくなってくる感じ。テストステロンってさ、命削ってブーストかけるからさ、それがなくなっちゃうと、もうね、老後の余生過ごすレベルの感じかな。普通の女性と違ってエストロゲンを受容する性器もないから、そっちで性欲が上がることもないです。結果として悟りを開くレベルで精神が落ち着いてきました。だからなんだろう、人に怒らないよ。私怒らない。人が怒っててもめっちゃ冷静に客観的に見てるかな。これで人の性別とか恋愛とかなんかそういうものにも興味なくなっちゃって、他人に興味がなくなっちゃったみたいな人の性別とか恋愛とかそういうものに興味がなくなっちゃって、演じることでしかなんか人に対して興味を感じられなくなっちゃったみたいな。あれですよ。人間が人間に興味を持つっていうのはリビドーみたいな要素は少なからずあるみたいな話があって、それを失ってしまうと、もう人に対しては知的好奇心でしか興味持てなくなるみたいな、そんな感じ。私にとって演技って捨て去った人間性を感じるものなんですよ。人間ってこんな感じだったんだなって。もちろんここまでなってしまうのに精神はより不安定になります。それに誰もが早期投与で人間が壊れてしまうわけではないとは思います。次です。肌がきめ細かくなりました。私さ、これリキッドファンデーションっていうのを使ってないんだ。リキッドファンデーションっていうのを使うと、年齢とかカンバーして、なんか顔テッカテカのファンで厚塗りみたいな。全然無垢じゃない。けど、なんか、垢抜け感が出ますみたいな。つかまずにこの肌です。次です。肌荒れが収まりました。ニキビとか収まります。ちょっとぶつかっただけでもなんか肌が切れちゃったりするようになりました。はい、でもこれ一時的でした。女の子ってこんなに弱いのかって思った。ちょっと当たっただけで、切れてるみたいな。切れてるみたいな。私が男の子でも女の子でもなくなって、免疫力が弱くなっていただけです。次です。肉付きは女性化しても骨盤だけはどうにもならないです。顔プニプニじゃないですか。顔プニプニじゃないですか。ほら、フェイスラインだって、普通に女の子らしく見えると思うんだ。肉付きってやつ。プニプニらしい、細いし、みたいな。いや、手が小さいのは、投与前からなんですけどね。はい。ただ、
お尻が大きくなりません。小尻です。どうやっても大きくなりません。子宮がさ、骨盤にないからさ、どうしてもお尻は小さくなっちゃうわけ。で、肋骨は広がっちゃって、みたいな。頑張って痩せたところで、ボディーラインっていうのはあまり変わりません。それどころか、痩せれば痩せるほど骨格のあらが出てきてしまうという感じなので、ゴツゴツしてきます。はい、次です。こんな感じなんですが、私は、喉仏出てません。正直わかんないんですが、投与する前から喉仏は出ていないので、不明です。不明です。友達からは、なんで喉仏出てないのみたいな、言われた。なんで喉仏出てないんだみたいな。次です。筋力、集中力、やる気、すべて落ちました。露骨に影響が出たのが、将棋です。それまでかなり強かったんですが、思考が集中できないっていうかな。次です。皮下脂肪が増えます。プニプニです。プニプニ。プニプニです。いわゆる、女の子の、柔らかい体みたいな。ハグすると、柔らかいみたいな。そんな感じ。全身プニプニしてます。内臓脂肪は減って皮下脂肪中心になります。それ聞くとさ、すごい健康的だと、すごい健康的だと思います。そこだけ切り取れば。内臓脂肪高いとさ、成人病が進みますみたいな感じなので、普通に内臓脂肪落ちてくから、そこだけ切り取ると、長生きしそうな感じ。次です。胸が大きくなりました。D まで。D。ちゃんとあるんですよ。昔の文献とか漁ってると、男性に投与しても、そんな大きくならないみたいなあるんですけど、成長期段階で投与すると、D まで大きくなります。ちなみにお母さんは B です。お母さんより私は大きいです。だいたいお母さんよりサイズは小さくなるみたいなのを昔の文献で読み漁りました。これぐらいがちょうどいいと思います。爆乳とか、基本下着の種類が少ないんですよ。身長もそうだけど、160超えるとね、着れる服かなり限られてきます。はい、次です。走ると胸が揺れて、垂れるのはちょっと心配になりました。垂れたくないので、走らなくなりました。ただ、固定するものを買ってからは走ってます。女子が鬼ごっことか、やらない理由が、ちょっと分かった気がします。次です。髪の毛が細くなりました。次です。体臭がいい匂いがするようになりました。いわゆる、女の子の匂いってやつだ。だからね、私、めっちゃいい匂いするから。マジで。常に高いホルモン値を維持できるから、ある意味普通の話なんだけど、どうなんだろうね。年取ったら、
どうなんだろうみたいな気になる話ではありますね。自分の部屋めっちゃいい匂いしますんで。自分の部屋めっちゃいい匂いするんだよ。だからめっちゃリラックスできます。次です。ちなみに声は高くはならないです。はい、こんな感じでアニメ声を出していますが、これ私が練習で得た成果です。練習で得た成果です。はい、以上です。あれだな、あれ。私はなんでこんな風になってしまったんだいみたいな感じのことをお話しさせていただきました。ということで、今日私の体がどんな風に変化していったのか、周りからはどんな感じに扱いが変わってきたのか、みたいなこととかも含めて少しだけお話しさせていただきました。まだまだ話したいこといっぱいあるんだよね。というわけで終わります。バイバイ。スマイルです。スマイル。バイバイ。